どうも、金パパです。今回はですね、ボディラインを崩してしまう反り腰について行っていきます。反り腰は腰を反っているんですが、骨盤が前に倒れる骨盤前傾という状態になります。特徴としては、背中が硬い、お腹の横が硬い、お腹の下が弱い、股関節の前が硬い、お尻の下が弱いという特徴があります。そのため解消するポイントとしては、背中を動かす、お腹の横をほぐす、お腹の下を鍛える、股関節の前をほぐす、お尻の下を鍛えると、一見多そうに感じますが、やってみるとすごくシンプルです。それぞれのポイントはエクササイズしながらお伝えします。反り腰を解消してスッキリした体型を手に入れるために、早速一緒にやっていきましょう。あぐらで座って両手は頭、肘を膝にくっつけるように体を倒し、膝を肘にくっつけるようにお尻を浮かせます。お腹の横をキュッと縮めます。肩が痛い方は手を離して肘と膝をくっつけてください。反り腰になるとお腹の横が硬くなっている場合がほとんどです。お腹の横が硬いと腰は反ったままで固定されやすい。横が硬くなっている方はこの動きにくいです。そんな方こそ無理のないペースで体を横に倒す意識をし、お腹の横をしっかり縮めます。しっかりお腹の横を使って筋肉を柔らかくしましょう。腰が丸まりやすくなり、反り腰が解消しやすくなります。はい、 OK です。片手は頭、膝に向かって体を丸め、斜め上に向かって体をひねります。呼吸をしながら背中をほぐします。呼吸は自分のしやすいように、手を上げるのがきつかったら下ろしても大丈夫。背中は背骨に肋骨がくっついていて、その上に肩甲骨も乗っているため、腰と違って動きが出にくく硬くなりやすい。その分動きやすい腰が余計に反ってしまっていることが多いです。腰はひねる動きが苦手なため、ひねる動きをすると背中が動きます。動かしていくと背中のサビが取れ、ほぐれます。はい、 OK です。反対側です。肘を膝にくっつけるように体を丸め、斜め上に向かって体をひねります。反り腰は腰で反っている状態なので、その状態をなんとか解消しようと姿勢を良くしようとすることが多いです。しかし体を反る動きは腰の得意種目。反ろうとしてもカチカチの背中は動きが出ず、腰がもっと反る事態に発展します。まずはいい姿勢を作るのではなく、硬くなっている背中をほぐすことが大切です。丸めて反るだけなら腰の動き、腰は5度しかひねることができないので、ひねる動きは背中のほぐしにつながります。はい、 OK です。仰向けに寝ていきます。腰と床の隙間を潰し、膝と足の幅は拳1個分。腰と床の隙間を潰したまま、お尻から順番に体を床から剥がしていくように浮かせます。一気にお尻を上げてしまうと腰の運動になってしまい、腰に負担を感じやすい。腰を丸めながらお尻から上げていくことにより、お尻の下に力が入りやすくなります。お尻の下がキュッと硬くなり、お尻の上はちょっと柔らかめで、反り腰になってしまうとお尻の下に力が入りにくくたるんでしまいます。腰を丸めて意識をし、しっかりお尻の下に刺激を入れてお尻の下を鍛えます。背中の下をつけたままお尻を上げるイメージです。ただ背中がほぐれていないと背中は浮いてしまうので、浮いた場合は背中に伸びしろがあるなぁと気にしなくて大丈夫です。はい、 OK です。四つ倍になっていきます。四つ倍の状態から膝の位置はお尻よりも後ろ、その状態から腰を丸めていきます。お腹の横、背中をほぐし、お尻の下を使いました。腰が丸まりやすくなっているので、お腹の下を使いながら腰を丸めます。恥骨を頭の方に向けるイメージで腰を丸めると、お腹の下にキュッと力が入ります。うまく丸めれない方は膝の位置をお尻の下あたりにすると負荷が軽くなるのでやりやすいです。逆に負荷が軽く感じる方は膝の位置をもっと遠ざけるか、足を伸ばして膝を浮かせると負荷が強くなります。体は丸めることはあっても、腰を丸める感覚は日常生活ではほとんどないです。そうすると下っ腹が出ます。お腹の下は腰を丸めると使われやすいので、しっかり育てます。はい、 OK です。指先を外に向けて四つ倍になります。猫のように体を丸めた状態でキック、
腰が丸まった状態でキックするとお尻の下に力が入りやすくなります。キックした時に腰が動くことがなくなるので、お尻の下に感覚が出にくい方にはおすすめです。反り腰だけでなく、お尻と太ももの境目を作るにも大切な部分。キックする時に足が開いてしまうとお尻の上に力が入ります。反り腰の方は比較的お尻の上は使われやすいので、足を閉じた状態でキックをし、しっかりお尻の下を使います。手首がきつい方は肘をついた状態でも大丈夫です。お尻の下にしっかり効いていれば、多少フォームが崩れても大丈夫です。疲れたら休んでも大丈夫。はい、 OK です。反対側です。指先を外に向けて四つ倍になります。猫のように体を丸めた状態でキック。足を開いてしまうとお尻の上に効くので、足を閉じる意識のままキックをし、お尻の下に効かせます。腰を丸めた状態なので、動くのは股関節だけです。股関節が後ろにキックできるのは10度から20度ぐらいなので、そんなに後ろに引けません。無理にキックしようとすると、ほとんどが腰の動きになってきます。お尻の下をしっかり使うためには、腰から動かすのではなく、股関節から動かすのが大切になります。あまり動いていないように見えても、お尻の下に刺激が入っていれば問題ないです。無理にやろうとすればするほど腰の動きが出やすくなるので、あんまり動いていないかなという方は安心してください。お尻に効いていれば全く問題ないです。はい、 OK です。次は膝立ちの状態からかかとにお尻をつけるように座り、股関節から折れるように斜め前に倒します。手のひらを内向き、親指を上に向けたまま万歳します。胸を張る意識を持ちつつ、指先を前に押し出すようにしながら万歳します。腕を上げた時に背中にキュッと力が入ります。反り腰を解消するためには腰を丸める筋肉たちが大切です。しかし腰を丸めてばかりいると背中も丸まってしまいます。そのため背中を反る筋肉たちに刺激を入れ、腰の代わりに反ってくれる筋肉たちを起こします。反り腰は背中が動かず丸かったので、腰がその分頑張って反っているだけです。そしてその姿勢で日常生活を過ごして、反り腰のまま体が固まってしまった。しっかり背中を反る筋肉を育て、腰に休暇をプレゼントしましょう。はい、 OK です。四つ倍から小指を床につけるように手を前に伸ばし、お尻を後ろに引いて背中のストレッチをします。手は肩幅より少し広め。肘が浮いてしまうと肩がきつくなるので、肘は床につけてください。余裕のある方は胸を床に押すようにすると、背中、肩甲骨と肩甲骨の間あたりにキュッと力が入ります。腰は丸まって反ることができないので、背中が反りやすくなります。反ろうと頑張って頭を上げすぎると首の運動になってしまったり、全身に力が入ります。反る時には必ず胸を床に押す意識を持って、リラックスする気持ちを忘れずに反るようにしてください。はい、 OK です。最後は足の付け根のストレッチです。片足を前に大きく出し、出した側の骨盤を1回上げて下ろす。体重を前にかけていきます。足の付け根、股関節の前側のストレッチ、腸腰筋を伸ばしていきます。体重を前にかけるだけでも伸びますが、うまく伸びない方は少し腰を丸めるとよく伸びていきます。また腸腰筋は斜めについているため、斜め上を見ていくとさらに伸びます。ただし伸ばしすぎると筋肉が硬くなる性質があるため、股関節の前が伸びてるというよりは、お尻の筋肉がキュッとしてるくらいの方が足の付け根は柔らかくなります。呼吸を繰り返しながらリラックス気分で伸ばしてください。はい、 OK です。反対側です。片足を前に大きく出し、出した側の骨盤を1回上げてから下ろし、体重を前にかけていきます。股関節の前側のストレッチ。日常生活は座っていることが多いので、股関節は曲がったままの時間が長いです。曲がったままの時間が長いと股関節の前側が硬くなり、伸びにくくなります。股関節が伸びないと腰が頑張って反ろうとします。腸腰筋が硬くなってしまうと反り腰になりやすくなるため、ゆっくりストレッチして股関節が伸びる体を作り、腰の負担を減らしましょう。反り腰は腰が悪いのではなく、他の分も頑張ってくれているだけです。はい、 OK です。
ありがとうございました。今回は反り腰の方が弱くなってしまったり硬くなってしまうところをアプローチしていきました。今立っていただくと最初よりもですね、腰が丸まった状態を維持できやすくなっていると思います。継続していただくと少しずつ改善していきますので、もうコツ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 続けて体を変えていくのが大事です。急に体が変わってしまうとバランスが崩れてどこか痛めてしまいますので、コツ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 変えるってことをぜひ大事にしてください。特に子育て中はですね、反り腰になりやすくなってきますので、ぜひ隙間時間で少しでも1個でもいいのでやっていただけたらと思います。ということで今回の内容は以上となります。産後子育て中にできるボディメイク情報を配信してますので、ぜひ体気になってきたなという方はチャンネル登録して実践してみてください。参考になればぜひ高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。こっちこっち側にや、こっち側に似てるのいないかな。これと似てるやついない？ここら辺に。これ似てない？これ似てない？これ。おーい、いいですね。